こんにちは。こんにちは。なにです。マニです。文法語へようこそ。文法語では教科書通りではなく、本当に使える日本語を勉強します。はい、今日は日本語能力試験2級の文法です。今日のテーマはだって。じゃあアニメとかで何が起こっている時とか、いつもだって聞こえるけど、どういう意味？そうだね。だっては実はすごい簡単だと思うんだけど、多分一番今まで勉強してて聞いたことがあるのって文の中にだってが来るパターン。それって例えば、何だって日本語できるよ。マにだってできるよ。マにもできます。それはもという意味。もという意味。そうそう。文章の途中に出てきたら、もっていう意味と同じだと思っている。だからめっちゃ簡単なんだけど、問題は文章の頭の部分、最初にだってが突然出てくると、よく意味がわかんないってことだよ。実はその前のところに何かが省略されてる。でそれは誰かと会話をしてて、例えば何がパン買ってきたよと言っていた。でもある日マニが探したらパンがなかった。で、あれパンがないよ。何がなんでパンはないよ、と言ったらマニがだってパン買ってきたって言ったじゃん。そのだってはその誰かが言った言葉の省略。だからいつも喧嘩とかに使う。リクエストとかなんかちょっと話が。だって私はそれは入ってないけど、何々言ったじゃんとか、だってあなたは何々言ったじゃん。なるほど。分かった？ただだってはものすごくカジュアルだから。あとなんかこうどちらかというと相手が言ったことを否定する言葉だよね。だって。ポジティブな感じでは使わないから、だからビジネスとかフォーマルな場面でだってって言うと使わない方がいいし、あとちょっと子供っぽく聞こえる。だから喧嘩の時とかだけに使うんだと思う。子供はだって USJ に行くと言ったじゃん。そう本当によく使う。そうだからなんかちょっと使うにはいいんだけど、すごいたくさん使ったりとかビジネスでは絶対使わない方がいい。だって明日シネマに行くって言ったでしょ。だって美味しくないんだもん。マニだって日本語が話せるよ。